皆さんこんばんは、えななです。今日は、リクエストの方に答えていきたいと思います。リクエストが名刺やカードなど、それを見せる収納で、そういったカードケースを作ってほしいということで、なるべく簡単なもので、とリクエストをいただいたので、そちらを作っていこうと思います。ちょっと簡単のレベルがちょっとわからないので、私が、あくまでも一つの、作り方として見ていただけたらと思います。で、どんな形になるか気になる方は先に、後半の方飛んでいっていただいて、作品の方を見られてからスタートされてもいいかなと思うので、まずは、とりあえずカードケースの方作っていきたいと思います。で、準備するものは結構ファイルの土台とか作っていくとこういった小さな切れ端厚紙が出てくると思うので、そちらで十分です。私もこのタイプがかなり残っているので、こちらで作っていきます。ない方は新しい厚紙で、デザーペと折り紙とかでも使いたいデザインのものと、あとは、画用紙は部分的にしか使わないです、今日は。もう一気にいけるやり方でやっていこうかなと思うので、丈夫にしたければ一度画用紙を全部くるんでっていうやり方でもいいんですが、そちらでちょっと作っていこうかなと思います。先にこちらのが一般的な名刺サイズになるんですが、 5.5×9.1 かな。で、これが収まるサイズ、私は、3ミリぐらい足して大きさを作ろうかなと思います。ちょっと分かりづらいなっていうこと、中途半端なサイズになるので、今回はぴっちりと6センチ ×9.5 でやっていこうと思います。結構余裕があるサイズにはなると思うんですが、まず厚紙を 6×9.5 でカットします。底面がこんな感じのサイズ感になります。で、あとは4辺作るんですが、下絵待ちの、幅で作っていきます。3センチくらいで 2.5 でいこうかな。2.5 2.5×6 を2枚、 2.5×9.5 を2枚準備します。これができたら、画用紙を2センチ幅で4枚カットします。で、長さ的にはこちらの長さとこちらの長さ分必要になってきます。2×6 センチと 2×9.5 かな。で、これを半分に折っていきます。
折れ線をつけてやってもいいですし、どちらでも。で、この内側に両面テープを1センチ幅の両面テープを2本貼っていきます。で、そしたら、この厚紙の一辺、貼っていきます。で、こうやって貼ったら、今度は内側にしたいペーパーのデザイン、これにしようかなと思うんですけど、これに貼っていきます。こうで、黒い画用紙をつけたところを外側に貼ってください。これはしっかりと貼り付いていた方がいいので、両面テープ使ってちょっと貼っていきます。で、これがボックスの作り方ではあるんですが、今から、箱でカードの場合、なんか取り出しやすい方がいいかなと思うので、ちょっとくぼみをつけようかなと思います。で、この中心のところに、1枚だけちょっとくぼみ作ります。9.5 だから 4.75 かなが中心。1センチぐらいの隙間をつけようかなと思うんで。で、丸だとちょっとやりづらくなると思うので、例えば両中心とすると、このくらいでいいかな。で、四角よりもまあちょっとね斜めになった方がいいかなと思うので、
こんな感じで。くぼみがあったら取り出しやすいかなと思うので、これはもうこのまま貼ってやっていた方がやりやすいかなと思うので、1センチ分あと貼り付けたいくらいを残して、でまずはこのサイド、難しかったらくぼみ作らなくても大丈夫です。ここはいらないので、ここからどうしようかな。ちょっと隙間を空けて、ここがビビたる。でこっち側も。とすると側面が見えなくなるので、でここから貼っていきたいと思います。
黒い部分を外側に。ここをね、多分剥がすのが剥がしづらいかなって思うんですけど、一気に多分両面テープでつけるとずれたりっていうのがあるので、私は先に糊で仮固定をさして、で両面テープっていう感じが多いです。両面テープを先に剥がすと完全につくので、これはちょっと失敗できないやり方かな。で、黒い面を必ず外に。で、貼ったら、この、厚紙のところでカットしていきます。でこうすることによって、全部の面が綺麗に貼れるので、やっぱりデザインが分裂せずに済む。で、こちら側が中側です。で、外側はちょうどサイズぴったりだった。収まれば大丈夫です。で、まずはこの面だけ貼っていこうかなと思います。ここは多分折り紙でも大丈夫。あ、ちょっと今貼りながら気づいたんですけど、ここのカットも忘れずに。で、こんな感じでやったんですけど、続いてはこの辺の周り、どっちでもいいんですけど 1.5 ぐらいで、例えば短い方の辺のサイドにこれを貼ります。で、こんな感じで。で、
とします。で今こういう状態だと思うんですけど、この両面テープのところで切って、外側で切り込みを入れます。そしたらここですね。切ります。長い辺の周りを切ります。こういう状態になるので、でここは貼ってから切ってもいいかな。貼ってから切ってもいいと思うので、まずはこの短いところを貼りたいと思います。あれだったら先にこれ自体をこう立体にしてマステで固定をして、そこから貼っていってもいいと思います。どちらでも。この状態であればしっかりとこう折り目をつけて、ギュッとそこに当てながら、このサイドがつくように、それで、マステを留める。それでもいいかなと思うので、もしかしたらそちらの方がやりやすいかもしれないんですけど、こんな状態で短い方の辺から貼っていきます。でこんな感じでできたら、今度はこのひだでこちらを固定させていけば大丈夫です。で後で貼りやすいように両面テープをつけておきます。
でこういった感じで、ちょっとここ私が貼りミスしてるんですけど、これが、ボックスの中とします。で、続いてなんですけど、こうすると、通常どっちを外から折り返しを悩むところを悩まずにいけるので、で、画用紙でくるまず1回の手ザベだけでいけます。で、次はこれを箱にしたいんですけど、今回蓋じゃなくてちょっとブック型みたいな感じにしていこうかなと思うので、この底面6センチよりもちょっとはみ出てるので 6.3 ぐらいで幅をいこうと思います。幅が 6.3 強の方が多分いいかな。でこちらも、こちらは 9.5 9.5 強。でこれを2枚準備します。これよりも若干元のサイズよりも若干大きくなってるんですけど、合わせた時にはさほど変わらないかなといった感じです。で次にこの高さ2.8 元のサイズよりも3ミリプラスですね。 2.8。で、この長さはこちらに合わせてこれを、2枚準備します。そしたら窓付きにしたいとのことなので、これを1センチぐらいにしようかな。1センチで線を引きます。全部でこれを切り抜きます。でこういった状態で、プラ板などナンツカードケースとか透明なものを準備します。この四角の長さよりも小さめで、ちょうどでもいいですし、こう準備しておきます。見えないか。で、外側にしたいデザインのデザインペーパーを準備します。これでいきたいと思います。こちらのデザイン使っていこうかなと。
れは周りを両面テープで囲んでいくので、開けてで、ここからは、お裾分けファイルの土台作りのような感じで包んでいきます。で、この中も貼ります。中はこんな感じで斜めにハサミを入れてあげます。でこんな感じで中にしたいデザイン、私のこんな感じでやっていこうかなと思うんですけど、こちらのクリアケースじゃなかった、ナイスカートケースでもなかった、プラ板を貼っていきたいと思います。実際ここは重ねるのでいらないんですよね。だからこの範囲ぐらいの
13センチぐらいで、ちょっと一旦、これ幅切ります。この向きに合わせてデザインを。13センチぐらいあれば十分なんで、簡単にちょっとやっていきたいので、決めた。一旦このまま貼っていきたいと思います。貼って、簡単にですよね。窓を無視して貼りたいと思います。これもこれで可愛いんですけど、中身が見えた方がいいということなので、これに沿って切っていきます。難しかったら先ほどみたいにくるんでやってもいいかなと。でここまでやったらデザイン変換をさせたい側にプラ板を貼ります。で準備をしたら窓の周りに5ミリの両面テープを貼っていきます。でします。でレースを持ってきてもいいですし、こういうのを小さめに切って窓の分ほど穴を開けるっていうやり方もあるんですけど、レースが一番簡単かなと思うので、
6ミリとかのリボンもあるので、6ミリとかのリボンで周りを囲んであげてもいいかなと思います。でここ角が気になるようだったら、ここになんかアクセントで持ってきてもいいかなと思います。とりあえずこんな感じで窓付きを作っていただいて、あとどうするかって言ったら、これをそのまま下のところにつけます。こことここにつけたい。くぼみを外側にして貼ります。でこちらのくぼみがない方、まあこっちでもいいんですけどね、こっちでここ貼らずにっていう手もありますね。どっちがいいかな。こっちの方がやっぱり名刺入れっぽいか。じゃあこっちにとりあえずつけて、で土台に貼り付けたいと思います。あ、でしっかり貼れたらマグネットで、この端っこ側くぼみがあるので、不安な方はこのくぼみの真下にこう貼っていただいたら、でこれをそのまんま閉じていただくと、こんな感じでカードケース出来上がりです。簡単とは思うんですけど、のりしろ部分とかを考えていただいた。画用紙がこのサイズはね、画用紙がなくても大丈夫なので、こんな感じで
リクエストどうでしょうか。ぜひ、作っていただいて、トレカとかいろんなサイズでできるかなと思うので、ぜひぜひ。それでは今日はこの辺で。